韓国はこの70年間で GDP が5万倍も成長しました。サムスンの半導体、LG のテレビ、ネットフレックスのカンドラ、資源も技術もなかった国からよく成長したと思っています。ところが、この裏側で今の韓国社会は崩壊寸前と言われるほどの危機に直面しています。無限競争社会、憂鬱の人々、住宅価格の高騰、出産率の低下、分担と対立の社会です。5つの危機を徹底的に解説していきます。動画を最後まで見れば韓国社会の裏側の現実が見えてくると思います。まず一つ目が無限競争社会です。韓国で生きることは一生続くマラソンかもしれません。まずは学歴。週60時間以上勉強する高校生が全体の 23%、OECD 平均の約2倍です。大卒じゃないといけないという意識が学生の 75% で OECD の平均 44% を大きく超えています。そのため家庭の教育支出は GDP で見たときに 5.8% と世界最高レベルの水準です。まさに家族全員の戦争と言います。しかし受験を勝ち抜いた先に待つのは就職競争なんです。韓国の一流財閥企業に入れるのは応募者のわずか数%です。近年は就職予備校通いを続ける若者も珍しくありません。ソウル大学の休学率が 23% ほどでして、この数値には軍隊による休学も存在していますが、それよりも就職のために資格、対外活動、長期インターンをするからの理由が多いです。そして会社に入っても安堵できません。長時間労働も常態化しています。韓国人の年間労働時間は約1900時間で、OECD ではメキシコの次となる2番目の長さです。しかも競争相手は国内ではなく海外のトップ企業です。ヒョンダイ自動車はトヨタを超えなければいけません。サムスンはアップルを超えなければいけません。後ろには中国企業が追ってきています。勝てば数百万円のボーナスが会社から降りてきますが、負ければそのチーム丸ごとなくなるかもしれないというのが韓国の競争社会です。2つ目の話、憂鬱の人々です。韓国の若者が使える自由な時間はほとんどが競争のために消費されています。競争レースを選択した場合、選択した人生となると、学生は朝9時から夜10時まで勉強しないといけません。大学生は授業が終わったら TOEIC の勉強しないといけません。社会人になれば朝9時から夜8時まで仕事しなければなりません。趣味ももちろん楽しめますよ。でもインフラが追いついてきていないっていうのも韓国の現実としてあると思います。日本と比較した時に、例えば秋葉原にはオタクが集まる。で、韓国ってオタクが集まる商店街ありますかって話ですね。日本の東京には港区でも野球場があり、草野球を楽しむことができます。韓国はソウル市全域で見ても一般人が使える草野球場がほとんどないです。もう10か20ぐらいですね。多くても。で、日本バイク乗って東京の湾岸線を走る趣味もありますよね。韓国は交通事情が危なくてバイクを乗ることは危険と言われています。結果として休むことが贅沢とされ、心身の疲れが積み重なっていきます。その果てに待つのが憂鬱の増加です。韓国でうつ病など精神科治療を受けた患者数はこの5年間で急増しました。2022年には過去最多の110万人を突破し、わずか2年で 33% も増えました。特に深刻なのは20代で30代と40代と続き、患者の約3分の2が女性です。さらに驚くべきは子供たちです。10歳未満のうつ患者数は5年間で 118% 増加し、小学生のうちから心が折れている場合も珍しくありません。3番目が住宅価格の高騰です。韓国では競争に勝って得たお金が結局は住宅市場に流れ込みます。ソウルの街を歩けば空に向かってそびえるアパートたち。ソウルにアパートを所有しているってことは多くの韓国人にとっては成功の証であり、人生のゴールのような位置づけかもしれません。しかしその価格は常識を超えています。2025年にはソウルの平均住宅価格が約1億4000
3000万円を突破し、わずか3ヶ月で1000万円値上がりしたケースもありました。こうした状況ではどれだけ働いても家は遠くなります。韓国で平均的なアパートを購入するには世帯年収の10年以上が必要とされています。20代や30代の若者にとっては住宅購入は夢ではなく幻になってくるんですね。だから親世代の資産を相続できるかどうかで人生のスタートラインが決まるという話も出ています。さらに格差も拡大しています。2025年には全国の住宅価格格差、これは上位の 20% と下位の 20% の差ですが、これが12倍に達し、統計を開始した以来の最大値を記録しています。資産をますます豊かに持たないものは追いつけない現実としてなっています。さらに4番目、出産率の低下ですね。韓国では子供を産まない方が合理的という空気が広がっています。理由はシンプルで、先ほどの1番から3番までの問題が全部重なるからですね。学歴競争で子供に莫大なお金がかかり、住宅価格は天井知らずに上がり、さらに長時間労働で親が育児に避ける時間もない。結果、結婚や出産を選ぶインセンティブがほとんど残っていません。数字は衝撃的です。韓国の合計特殊出生率は2018年に初めて 1.0 を割り、2022年には 0.78、2023年にはさらに 0.72 と過去最低を更新しました。日本の 1.2ですらまだマシに見えてしまうレベルです。出生数も激減し、1970年に100万人を超えていた新生児は2023年に23万人余り、4分の1以下になりました。特にソウルは深刻で出生率は 0.59 です。地方の一部全羅南道というところは 1.81 ですが、そことの差は3倍以上なる場合もあります。このままではあと数十年で人口が半減するかもしれない。それが今の韓国の現実なんですね。最後5つ目。分断と対立の社会です。韓国を語るときに欠かせないのが社会のあらゆる場面で深まる分断です。世代、所得、地域、政治、そして男女。どの軸でもお互い信じられない、お互い喧嘩している空気が漂っています。まず経済格差。60歳以上の世代が国全体の資産の約4割を握る一方、39歳以下の若者の資産は 13% しかない。1960年代から70年代にあたって不動産を手に入れた親世代と住宅価格が天井まで跳ね上がった時代に生きる今の若者世代との対立。その一方で高齢者の4割以上は貧困層という二極化、資産を持つと持たざる者、同じ世代の中ですら経済格差の分断が進んでいます。次に政治。2022年の大統領選挙ではユン・ソンニョルとイ・ジェミョンで 0.7 ポイント差という史上最小値で決着がつきました。テグという地域では右派が圧勝して、ジョンラナンドという地域では左派が圧勝するというこの地域対立まで出てきています。さらに20代男性は右派支持することが多くて、20代女性は左派を支持することが多いというジェンダー観点も認識がはっきり違うって社会もあります。そして地域格差でも経済的に見ても全国の人口の約半分ぐらいがソウルの首都圏に集中していて、仕事の5割以上もそこに集まってきます。経済、政治、地域、世代、男女、その全ての分断が複雑に絡み合い、人々の心に不信と怒りを植え付けています。ここまで韓国の厳しい現実をお伝えしてきましたが、僕言いたいのは決して韓国はもうダメな国だとか言いたいわけではありません。僕自身韓国はいい国だと思っています。街には最新のカフェが並び、誰もがスマホを片手に食べたい料理もいつでも食べられるし、いつでも配達で注文させることができる。休日には家で本を読んだり、ドライブしてどっか行ったりすることもできる。生活水準は間違いなく豊かになっています。ただしその豊かさの裏側で今日話したような無限競争とか大きな課題が影を落としています。特に出生率の低下は国家の存続そのものに関わる課題で、これを無視することはできません。経済成長だけでは測れない人々の生活
人々の幸せをどう守るか、この課題にどう向き合い、どうハンドリングするかに未来がかかっています。皆さんは韓国は何をすべきだと思いますか？ぜひコメント欄で教えてください。今日の話は以上です。もしよろしければチャンネル登録をお願いします。以上、パクでした。アンニョン。